あなたが夢中になっているその人は危険な性癖を持っていたりしませんか？ 2016年12月24日、中国雲南省臨沭市、クリスマスイブを迎えたその日、アパートのある部屋の扉の前には複数人の警察官が。半年で状況証拠は十分に揃った。この部屋で確実な物証が見つかるはずだ。真剣な表情で顔を見合わせる警官たち。殺人事件の容疑者の自宅を訪れた彼らは、あまりにも無残な殺され方をした被害者の事情に思いを馳せていました。被害者のシャオちゃんは地元の家具工場と家具販売店の経営者。地道に努力して成功を手にしたチャンは、年下の美しい妻と結婚したばかりで幸せの絶頂にある中、バラバラの遺体となって発見されたんです。警官たちは妻を残して亡くなったチャンの無念を晴らすべく、意を決してその部屋へ突入。警察だ！そして次の瞬間、彼らはその場の光景に思わず唖然とするんです。なぜならその部屋ではチャンの妻が裸の男女と絡み合っていたから。夫がバラバラ殺人の被害者となった後、平然と乱行を楽しむ女。奔放な性生活が殺人につながってしまった理由とは？若く大胆で魅力的なその女性とは、性欲でしか人を愛せない悲しい女性だったんです。おっさすけんちゃんです。やみやみこうだ。最近一人でカラオケ行ったんですけど、あら、同じ曲を無限に歌って練習してたんですよ。ラバーザゲイン。昔歌ってたけど何歌ってたのよ。怪獣の花歌を練習してさ、バウンディね。全国平均より上に行きました。おー、嬉しいなと思って。カラオケのコツとかってあるんですか？まだ上を目指そうとしてるのね、はい。カラオケの採点に特化したんだったら、やっぱり音程を死ぬほど合わせるとかあるわよね。みんなどうしてんだろうって気になりましたよね、これ。知らん。冷たいね今回は中国で発生した殺人事件をご紹介します。被害者は新婚の男性だったんですが、その男性の妻を取り巻く人間関係がかなり異様だったんです。それは何なの？殺人にもその妻が関係してるってこと？そうなんです、うん。男性は若く美しい妻と結ばれたことに幸せを感じていたんですが、ある日その妻から耳を疑うような提案をされるんです。受け入れられない本性。2015年12月25日、中国雲南省臨沭市、プーアル茶の名産地として知られる自然豊かなその町で、一人の男性が結婚の日を迎えました。男性の名はシャオちゃん。家具工場と家具販売店を経営する彼は、謙虚で誠実な人柄で、地域の人々からも好かれ、地道な努力の末に成功を手にしたと言える男性でした。そんなチャンが妻に迎えたのは、ディウ・シュエジャオという若く美しい女性。長くシンガポールへ留学していた彼女は、一般的な中国人とはまた違った価値観を持っており、非常に大胆で積極的。チャンは妻のシュエジャオと出会って3ヶ月しか経っていませんでしたが、シュエジャオに迫られ結婚を決意したんです。ねえ、私の親友にすっごい可愛い子がいるの。今度その子と一緒に食事に行きましょうよ。妻のシュエジャオはそう言ってチャンをたびたび遊びに連れ出しました。堅実な性格のチャンは活動的な妻の振る舞いに少し戸惑うこともありましたが、新鮮な新婚生活に充実感を覚えていたんです。彼女といると本当に退屈しない。こんな女性今まで会ったことないよ。そう、シュエジャオは良くも悪くも派手好きで遊び好き。そのこと自体に問題があるわけではありません。しかしある時、彼女は夫に対し単に奔放な性格では済まされないような提案をするんです。ねえあなた、ちょっとお願いがあるんだけど、私の親友とセックスする気はない？これはいきなり言われるとびっくりするわよね。異様な人間関係ってのはこういう性に奔放な友人関係持ってたっていうとこなの？そうなんです。夫のチャンは妻のシュエジャオが自由奔放な性格っていうのは知ってはいたけれども、さすがにこの提案は受け入れられないっていうことだったんです。君はいきなり何を言い出すんだ。自分の親友と性行為をしてほしいと言い出したシュエジャオに、夫のチャンは激しく動揺しました。シュエジャオは一人のパートナーだけでは性行為にも飽きてしまうと考え、友人と夫の交換、いわゆるスワッピングをしようとしていたんです。一方で夫のチャンは一生に一人の妻を愛し抜くという真面目な価値観の持ち主。妻シュエジャオの提案は到底受け入れられず、彼女の頼みを断固として拒否するんです。それでもシュエジャオはどうしてもスワッピングがしたくてたまりませんでした。嫌だと言っても何度も食い下がる彼女のその振る舞いに、夫婦の間には口論が絶えなくなっていくんです。大体君のやろうとしていることは中国では犯罪に当たる。社会の倫理に大きく反することなんだ。お願いだから諦めてくれよ。犯罪に当たるってのはどういうことなの？シェイジャオはめちゃくちゃなことは言ってんだけど、無理やり襲ってとかそういうことを言ってるわけではないじゃない。中国においては配偶者を交換して性行為に及ぶっていう行為は、たとえ個人間の合意があったとしても犯罪に当たるんです。というわけで本日のメトラキーワード、集団淫乱罪について。
中国では刑法第301条によって集団淫乱罪という犯罪が規定されています。その定義は3人以上で性的行為に及ぶこと、乱交のほか配偶者を交換して性行為に及ぶスワッピングもこの定義に含まれます。3人以上での性的行為の主催者や常習的な参加者には、たとえそれが合意の上であったとしても懲役5年以下の罰則が課されるんです。中国の法律に集団淫乱罪が存在するのは、社会通念上性的行為は本来他人に見せるものではないと考えられているため、集団での性的行為が横行することで国民の倫理観が乱されないようにするための法律なんです。妻のシュエジャオがたびたびスワッピングをしたいと訴えるようになり、日増しに険悪になっていった夫婦。結婚から半年後の2016年6月1日、ついに彼らは最悪の結末を迎えてしまうんです。その日、市内の高級住宅街でゴミ収集をしていた作業員は、ゴミ箱の中に入れられていた黒いビニール袋を持ち上げました。やけに重いな。水分を含み重くなったその袋の中を何気なく覗いた作業員。するとその中には人間の手首が入っていたんです。手首を発見した作業員はすぐに警察へ通報。近隣のゴミ集積所がくまなく捜索され、その日のうちに両手両足、胴体とバラバラにされた人体の断片が次々と見つかったんです。頭部だけはいくら探しても見つかりませんでしたが、それらは全て同一人物のものと断定。そこから警察は最近失踪届が出された人物と照らし合わせ、その遺体が地元の実業家シャオちゃんの特徴と一致することを突き止めました。遺体発見の11日前、チャンの妻シュエジャオが夫が飲みに出かけたきり帰ってこないと警察に届けていたんです。 DNA 鑑定が進められ、殺されたのはやはりチャンで間違いないと断定。そして捜査を進める中で警察は早くも気づいていました。被害者の失踪届を出したリュウ・シュエジャオって女、なんか変じゃないか。これは何かシュエジャオが怪しい素振りを見せてたってことよね。そうなんです。妻シュエジャオの行動はとても夫が失踪した直後のものとは思えなかったんです。奔放すぎる女。バラバラ殺人という残虐性の高い犯行内容から、チャンの死は何者かの怨恨によるものとも考えられました。しかし最初に説明したように、チャンは謙虚で誠実な実業家。周囲の人間関係を探ってみると、雇っている従業員にも取引相手にも恨まれる理由はなかったんです。そこで警察が疑いの目を向けたのが、チャンが結婚したばかりの妻シュエジャオに対して。その嫌疑はチャンの両親へ事情聴取をした際に確信へと変わります。そんな息子が殺されたなんて嘘だわ。どうして。チャンの遺体が発見されたと聞かされ、両親はひどく取り乱しました。また妻のシュエジャオは遺体が見つかる11日前に失踪届を出していますが、両親はチャンの失踪について何も聞かされていなかったというんです。息子夫婦に気を使った両親は彼らの新居に赴くこともなかったため、異変に気づくタイミングもありませんでした。これは明らかにおかしくない？そうやって亡くなったりしたら両親に知らせるのが一番でしょ。これはおかしいのは、夫の失踪を両親に知らせなかったことだけじゃないんですよ。両親への事情聴取の後、警察は妻のシュエジャオの行動を追いました。すると彼女は失踪届を出してから遺体が発見されるまでの11日間、警察に捜査の状況を伺うような連絡を一度もしていなかったことが判明。一切夫を心配しているようには見えなかったんです。それどころかシュエジャオはシンガポールに留学していた頃の同級生フェイウォンと2人で遊び歩いている始末。夫が失踪した後、自宅に一人でいるのが寂しかったとも考えられますが、それにしてもシュエジャオの行動はあまりにも軽率に思えました。また友人フェイウォンに関しても不自然な点が。ウォンが夫のグオミンイーと結婚したのは2015年12月のこと。シュエジャオが夫のチャンと結婚したのと全く同じ時期でした。さらにシュエジャオはその3ヶ月前にシンガポールから帰国し、夫のチャンと出会っているのですが、友人のウォンが夫のグオと出会ったのも同じ時期。要するに2組の夫婦は全く同じ時期に出会い、いずれもわずか3ヶ月の交際で結婚していたんです。警察は友人ウォンの夫婦も事件に関与していると睨み、彼らへの事情聴取を進めました。するとある時、ウォンの夫グオが気になる発言をしたんです。亡くなったチャンは真面目でいいやつでしたが、遊びを知らない男でしたね。あんなに綺麗で魅力的な奥さんがいるのにもったいないと思ってたんだ。友人の夫であるにもかかわらず、亡くなったチャンを見下すような発言をしたグオ。一方でその妻のシュエジャオを持ち上げるようなその言葉に違和感を覚えた警察は、彼らの周囲に徹底した聞き込みを進めるんです。そして迎えた2016年12月24日、半年間の捜査によって状況証拠が十分に揃ったと踏んだ警察は、グオ夫妻が暮らすアパートへの強制捜査を敢行。警察だ！その部屋へ突入すると同時に、彼らは思わず唖然としました。なぜならそこではシュエジャオがグオ夫妻と裸で体を絡ませていたから。
実のところシュエジャオは夫の失踪届を出したあの日以来、グオ夫妻の自宅に居候。約半年の間、日夜3人で体を重ねる生活を送り続けていたんです。3人の乱行を間近で目撃した警察はグオ夫妻とシュエジャオを現行犯逮捕。アパートからは凶器のナイフやノコギリも発見され、チャンの殺害についても十分な物証が揃ったんです。グオ夫妻のアパートから凶器見つかったってことは、夫妻も共謀してチャンを殺したってことでしょ。でもチャンはスワッピングを断っただけなのに、それだけの理由で殺すなんてことある？そこが気になりますよね。被害者のチャンはスワッピングを拒否しただけで、なぜこの3人に殺されなければならなかったのか。というわけで、ここからシュエジャオのスワッピング計画と夫殺害までの経緯を見ていきたいと思います。性欲に支配された女。シュエジャオとその友人ウォンはシンガポールにいた頃、性的刺激を求めお互いに恋人を交換して行為に及ぶことが頻繁にあったといいます。そんな刺激的な留学生活が終わり帰国した際のこと。シンガポール楽しかったわよね。ここからは平凡な人生が続いていくと思うと私耐えられる気がしないわ。それでいいこと思いついたんだけど、私たちお互いに結婚して夫を交換しない？帰国した後の退屈な暮らしに嫌気がさし、友人のウォンにそう持ちかけたシュエジャオ。ここから2人のスワッピング計画が始動するんです。シュエジャオとウォンはそれぞれ仲人を通じて結婚相手を探し、互いに全く異なるタイプの男性を選びました。シュエジャオは温厚で堅実な実業家のチャン、ウォンはスポーツジムの経営者で肉食系のグオ。2人はそれぞれ真逆の性格の男性と結婚することで飽きずにスワッピングを楽しめると考えたんです。友人ウォンの夫グオは最初にスワッピングの提案をした際、少し戸惑う様子を見せたといいますが、内心は興奮を抑えきれずに言いました。実は彼は妻の親友であるシュエジャオの方が妻よりもタイプだと思っていたから。こうしてグオはスワッピングの提案にもすぐ応じたのですが、思い通りにいかなかったのがシュエジャオの夫チャン。真面目な性格のチャンはスワッピングの話をすると激怒して全く受け付けないため、計画は頓挫してしまうかに思われたんです。そしてこうなったら無理やりにでもその気にさせるわ。2016年5月19日の夜、ホテルの一室を訪れたチャンはその部屋に居合わせた面々を怒りをあらわに睨みつけていた。お前ら俺を騙したな。妻のシュエジャオに二人きりで過ごしたいと言われてホテルへやってきたチャン。しかしその部屋のドアを開けると、そこには妻の他にも彼女の友人ウォン、そしてその夫のグオが待っていた。いいじゃないあなた、みんなすっかりその気なのよ。帰るなんて言わないわよね。ベッドの上のウォンと夫グオはすでに互いの体をまさぐり合っていた。異様に興奮しているように見える彼らは違法薬物を摂取し、完全に酩酊状態だった。警察に通報する。シュエジャオ、僕は君を愛しているんだ。だからこそこんなことは絶対に許されない。そう言って部屋を去ろうとしたチャン。一方背後では薬物でハイになった3人の男女がその後ろ姿を睨みつけていた。待ちなさいよ。違法薬物を摂取していた3人はその高揚感も手伝い、チャンに寄ってたかって暴行を加えました。そして我に返った時にはすでにチャンを殺害してしまっていたというんです。発覚を恐れた彼らはグオ夫妻のアパートへ遺体を持ち帰り、ノコギリなどを使って解体。黒いビニール袋に小分けにし、自宅から5キロ離れたゴミ捨て場に遺棄したんです。その際、遺体の身元特定を遅らせるため頭部だけはまた別の公園に埋めることに。逮捕後の3人は素直に罪を認め、彼らの供述をもとにチャンの頭部が回収されました。やることなすことぶっ飛びすぎてて、留学先ではパートナーを交換することも違法薬物も当たり前のことだったのかしら。シュエジャオは海外ではこんなの当たり前みたいに振る舞ってたんですけど、当然そんなことはない。彼女は留学先の文化っていうのを間違った解釈をしていたんで、何のための留学だったのかってことですよ、これは。事件から1年後の2017年、シュエジャオと友人のウォン、その夫グオはそれぞれ故意による殺人で有罪に。犯行への関与の度合いからグオに懲役25年、シュエジャオに懲役15年、ウォンには懲役7年の判決が下されました。ちなみに集団淫乱罪については殺人に対して副次的な要素とみなされ、起訴内容に含まれていません。残虐性の高い犯行ながら死刑や無期懲役が課されなかったのは、計画性のない突発的な犯行だったことと、逮捕後3人が素直に捜査協力したためだとされています。海外ではスワッピングなんて当たり前。そんな感覚で夫にスワッピングを持ちかけ、警察に暴露されそうになった結果、逆上して殺人に及んでしまったシュエジャオ。彼女が留学していたシンガポールの女性憲章第95条には、離婚の基準として相手方の不貞行為は許されないという一文が記されています。シュエジャオはシンガポールへ留学し、一体何を学んだのでしょうか。性的指向は人それぞれ自由ですが、嫌がる相手にそれを押し付けるようなことがあってはなりません。今回の事件のように自分が望む行為を相手が望んでいない場合、あなたならどのように折り合いをつけますか？